今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第9弾。誰でも砕け散った惑星に到達できる最新の攻略方法を、これまでご紹介できなかった上級者向けのテクニックもご紹介しながら完全解説します。今回はファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が3ギガジュールの巨大原子力発電所のベストなレイアウトや、絶対にファイターの卵を孵化させないバイオ研究所の作り方や、待ち時間ゼロでロケットを打ち上げるテクニックなど徹底解説します。息つく間もないスピードで解説しますので、今のうちにチャンネル登録、高評価、ハイプをお願いします。チャプター1、驚異の3ギガジュール巨大な原子炉を建設。研究効率を上げるためフルカヌスからナウビスにサイエンスパックを輸入して、大量のバイオ研究所で掘削効率の無限研究を進めていきます。まずは大量のバイオ研究所を動かすための電力を原子力発電所を建設して確保します。まず広域電柱のグリッドのちょうど真ん中部分に原子炉を上下に10機ずつ合計20機をレイアウトします。次にインサーターを設置し、原子炉の搬入側には要求チェストを設置し、バッファーチェストから取り寄せるにチェックを入れて核燃料棒10個を要求します。搬出側にはバッファーチェストを設置し、リクエストしていないアイテムを破棄にチェックを入れます。これをコピーして右側の原子炉5つに貼り付けます。このままだと原子炉の温度が限界の1000度になっても核燃料棒を投入し燃やし続けてしまってもったいないです。なのでちょっとした回路設定で無駄遣いを防止します。まず搬入側のインサーターをレッドケーブルでつないで、フィルターを設定にチェックを入れ、スタックサイズを1にします。出来上がったレイアウトをコピーして H キーで反転させて貼り付け、つながっていないインサーターをレッドケーブルでつないで全体をコピーして V キーで反転させて貼り付けます。最後に条件回路を設置し、条件回路の入力側と原子炉をグリーンケーブルでつないで、原子炉には燃料を読み込むと温度を読み込むにチェックを入れ、条件回路の出力側とインサーターをレッドケーブルでつないで、条件回路の条件側には核燃料棒イコール0と T 小なり700と設定し、AND 条件でつないで、出力側には核燃料棒を入力し、ラジオボタンを1に変更すると同時に全ての原子炉に核燃料棒が1つだけ投入されます。原子炉の温度が700度未満になり、かつ核燃料棒を使い切ると1つだけ投入されるので無駄遣いを防げます。熱交換器を設置するためヒートパイプをずらっとレイアウトしておきました。チャプター2、原発20基と熱交換器のベストバランス。原子炉を核燃料棒で温めている間に熱交換器をレイアウトしていきます。まず建設の邪魔になりそうなロボットステーションを解体して熱交換器4基をレイアウトし、水を通すためのパイプと蒸気を通すためのパイプと地下パイプを設置し、パイプラインを敷設します。次に出来上がった熱交換器をコピーして H キーで反転させながらこれを2セット貼り付けます。最後に出来上がったレイアウトをコピーして全部で9セット熱交換器が76台になるように貼り付ければ熱交換器のレイアウトは完成です。この熱交換器のレイアウトを原子炉ごとコピーして回転させながら4セット貼り付ければ全部で304台の熱交換器がレイアウトされます。実は原子炉20基に対して熱交換器304台がベストバランスです。ここでその理由について少し解説します。まず原子炉はこのように隣接させてレイアウトすると隣り合う原子炉1つにつき1倍の隣接ボーナスが得られます。なのでこの右上の原子炉は左と
下の2つの原子炉が隣接しているので3倍の熱量を生み出せます。また右から2番目の原子炉は左右と下の原子炉が隣接しているので3倍の熱量を生み出し、同様にその隣の原子炉は3倍の熱量を生み出します。よって右上から2倍、3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 倍と合計19倍の熱量を生み出しますので、右上5つの原子炉で 40MW×19 倍、すなわち 760MW の熱量を生み出します。これが上下左右に4セットありますので 760MW×4 セットで全部で約3ギガジュールの熱量を生み出せるのです。ところで熱交換器は1台あたり 10MW の熱量を使って蒸気を生み出しますので、76台 ×4 セットの304台をレイアウトすることで原子炉が生み出す熱量と熱交換器が消費する熱量がちょうど釣り合うという計算です。熱交換器1台あたり約10の水を消費しますので、水のパイプラインを敷設して汲み上げポンプを設置しておきました。汲み上げポンプ3台で3600の水を汲み上げますので、水の供給量は十分です。またこのようにパイプと地下パイプを使って蒸気のパイプラインも敷設しておきました。さらにロボットネットワークが途切れてしまったので、ロボットステーションを追加で設置しました。チャプター3、蒸気タービンはちょっと多めがベスト。熱交換器が500度にならないと蒸気が生産されませんので、温まるのを待つ間に蒸気タービンをレイアウトしていきます。まず蒸気タービンの建設予定地にあるロボットステーションを解体します。次にリモートビューでブルカヌスに作った蒸気タービンのレイアウトを全部で4ブロック144台をコピーします。最後にリモートビューをナウビスに切り替えて左側と右側に合わせて2セットを貼り付け、で半分を丸ごとコピーして V キーで反転させて貼り付ければ出力 3GW の原子力発電所が完成です。蒸気タービン1台あたり出力は 5.8MW ですので、144台 ×4 セットの576台あると総出力は 3.3GW となり少し多めです。これは見栄えをきれいに整えたいという理由があるほか、ロケット打ち上げなどで瞬間的に消費電力が大きくなった時に蒸気タービンが溜め込んだ蒸気で発電することで一時的に出力を増やせるようにしておきたいためです。ちなみに蒸気100あたり約10メガジュールのエネルギーを貯蔵できますので、蒸気タービン1機あたり200の蒸気、すなわち蓄電池4個分のエネルギーを貯蔵することができます。パイプや地下パイプは1つあたり100の蒸気を貯蔵できるので蓄電池2個分になります。さらに蒸気タービンの最大出力 5.8MW は蓄電池の 300kW の約20倍です。たった6マスで蓄電池20個分を出力できるのもメリットです。ところで電力消費が増えてくると隅の熱交換器までヒートパイプで熱を運べなくなってきます。隅の熱交換器の温度が500度未満である一方で、真ん中の原子炉が1000度となっている場合はヒートパイプが足りていません。その場合はこのようにヒートパイプを追加で敷設すると熱が伝わりやすくなり、隅の熱交換器まで500度以上の温度を保てます。チャプター4、ブルカヌス式鋳造炉と電磁プラントで生産。原子力発電所で 3GW もの電力を確保できたので、鋳造炉と電磁プラントで生産力を一気に高めます。まず建設予定地のロボットステーションを解体します。次にリモートビューをブルカヌスに切り替えて鋳造炉と電磁プラントをこのように丸ごとコピーします。最後にナウビスに貼り付ければ鋳造炉と電磁プラントによる生産拠点があっという間に完成です。ナウビスには溶岩がないので鉄鉱石と
銅鉱石から溶融鉄と溶融銅を作ります。まず生産速度モジュールを入れたビーコンを1マス間隔で3つコピーして貼り付けし、鉄筋工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメータを鉄鉱石融解に変更して貼り付けます。次に要求チェストとインサーターを設置し、要求チェストに物流リクエスト設定を貼り付けます。最後に地下パイプを設置すると溶融鉄が工場に供給されるようになります。これをコピーして H キーで反転させて貼り付け、全部で2セットにします。溶融鉄工場をパイプラインごとシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを銅鉱石と銅鉱石融解に変更して貼り付ければ溶融銅工場も完成します。このままだと材料の要求が少なすぎるので、全体をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを500と50に変更することで鉄鉱石、銅鉱石と方解石の要求量を増やします。方解石の輸入量も足りないので従来の50個から1000個に増やします。次はバイオ研究所で掘削効率の研究を行うため、ブルカヌスの自動化サイエンスパック工場と物流サイエンスパック工場を丸ごとコピーしてナウビスに3セット貼り付けます。そして生産が停滞しないよう物流ロボットの充電速度を上げるためロボットステーションを追加設置します。3ギガワットもの電力がありますので、モジュールは全て生産性モジュール3に入れ替えます。これだけの敷地でなんと毎分1400個も生産できます。また物流サイエンスパックの材料となるインサーターと搬送ベルト工場もブルカヌスでコピーしてナウビスに貼り付けておきます。ちなみに現在の消費電力は400メガワット程度です。チャプター5、100台のバイオ研究所を設置。ブルカヌスで作ったサイエンスパックを 2.5 倍の効率で研究を進めるため、ナウビスに約100台のバイオ研究所を設置します。まずモールからバイオ研究所の工場を切り取って捕獲されたバイターの巣の隣に設置します。次にインサーターを設置しレッドケーブルでつなぎます。最後に組み立て機の読み込むにチェックを入れ、インサーターのスタックサイズを1に変更し、バイターの卵小なり中と設定すれば完成です。この回路設定によって製造に必要なバイターの卵10個だけが組み立て機に搬入されますので、バイターの卵はいつも新鮮なままで孵化することがほとんどなくなります。バイオ研究所は後ほどレジェンド品質にアップグレードしますので、生産上限は設けず作り続けます。それではバイオ研究所をレイアウトしていきます。まずバイオ研究所を設置し、生産効率を上げるため生産性モジュール3を入れます。次にバッファーチェスト、要求チェストとインサーターを設置し、バッファーチェストにはリクエストしていないアイテムを破棄にチェックを入れ、インサーターに腐敗物のフィルターを設定します。これによって農業サイエンスパックが変質することで生まれる腐敗物でバイオ研究所が詰まることがなくなります。また物流チェストには全てのサイエンスパックを要求するように設定します。200個だと多すぎるのでシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを200から50に変更して貼り付けます。最後にこれをコピーして V キーで反転させて貼り付け、生産速度モジュール3を入れたビーコン3台をこのように設置し、さらにコピーして全部で8台になるように貼り付け、さらにコピーして H キーで反転させて貼り付けます。ちなみにビーコンをこのように設置することで6台のバイオ研究所に効果を与えるので効率的です。出来上がったバイオ研究所の両側にロボットステーションをずらっと並べて全体をコピーして下に2セット貼り付けし、さらに全体をコピーして右側にもう1セット貼り付ければ全部で96台のバイオ研究所がレイアウトされます。
ここで古いバイオ研究所は解体しておきます。チャプター6、ブルカヌスからサイエンスパックを輸入。掘削効率の研究に必要な科学サイエンスパックと製造サイエンスパックをブルカヌスからナウビスに輸入し、バイオ研究所を使った研究に切り替えます。まず物流ロボットの移動距離を短くするためにカーボ膠着パッドを切り取ってバイオ研究所のすぐ上に移設します。次に宇宙プラットフォームを開き、ブルカヌスから科学サイエンスパックと製造サイエンスパックをそれぞれ6000個自動リクエストする設定を行います。割り込み設定で惑星からの輸入要求がないと指定し、ブルカヌスを選択し、対象駅をブルカヌスにして全ての要求が満たされているを選択します。これでブルカヌスで要求しているアイテムが足りなくなると自動でブルカヌスに向けて出発して、ブルカヌスで必要なアイテムの積み込みが終わると今度はナウビスに向かって出発します。宇宙プラットフォームで設定した自動リクエスト設定をカーボ膠着パッドで呼び出せば設定完了です。宇宙プラットフォームが到着するとカーボ膠着パッドにサイエンスパックが投下され、バイオ研究所に運ばれて掘削効率の無限研究が始まります。生産性モジュール3を4つ挿入したバイオ研究所は約 2.5 倍の研究効率で研究ができますので、ブルカヌスの研究所、自動化サイエンスパック工場と物流サイエンスパック工場は全て解体します。ブルカヌスだけだと毎分830回だった研究速度が3700回へと約4倍の速度に跳ね上がります。また消費量は毎分1300個なので、目論見通りサイエンスパック1つで約 2.5 回の研究ができています。ところでロケット打ち上げの際、このように物流ロボットの渋滞と充電待ちが発生し物流が停滞しますので、ちょっとした工夫でこれを予防します。まず宇宙プラットフォームからの自動リクエストのチェックを外します。次に要求チェストとインサーターを2つずつ設置し、要求チェストに製造サイエンスパックを1000個自動リクエストする設定をすると、このように物流ロボットが製造サイエンスパックを持ってきてくれてロケットにあらかじめ積んでくれます。ロケットに1000個を搭載できる製造サイエンスパックは6000個を自動リクエストしていますので、このレイアウトをコピーして全部で6台のロケットに設定します。またこの設定をシフトキーを押しながらコピーしてパラメータを科学サイエンスパックに変更して貼り付けすることで、科学サイエンスパックも物流ロボット渋滞が起きないようにします。この設定によって宇宙プラットフォームがブルカヌスに到着した途端にロケットが打ち上げられるとともに、次の宇宙プラットフォームが到着するまでの間ロケットにサイエンスパックを積み込みつつ、要求チェストにサイエンスパックを運んでくれるので、打ち上げ渋滞とともにロケット発射待ちがなくなります。鉄板と高解析も打ち上げの頻度が多いので専用ロケットサイロを追加しました。チャプター7、ナウビスに大型掘削機を導入。ナウビス改築の最後の仕上げとして鉄鉱石などの採掘量を安定させるため電動掘削機を大型掘削機に置き換えます。まずは汚染を毎分40も吐き出す大型掘削機の汚染量を減らすためエネルギー効率モジュール3を製造します。まず生産性モジュール工場をシフトを押しながらコピーしてパラメーターをエネルギー効率モジュールとエネルギー効率モジュール2に変更して貼り付けます。次にシフトを押しながらコピーしパラメーターをエネルギー効率モジュール3に変更して貼り付けます。最後にレンジプラントをシフトを押しながら右クリックし、要求チェストにシフトを押しながら左クリックで自動リクエスト設定をすれば生産が始まります。バイオユーザーや農業サイエンスパックから生まれた腐敗物がたくさんあるので、
材料の輸入は不要です。次は電動掘削機の生産ラインを撤去します。まず解体プランナーでマップの電動掘削機を全て撤去します。そして搬送ベルトに乗っているアイテムがなくなるのを待つ間に不必要になった設備を次々に解体します。ある程度搬送ベルト上の鉄鉱石などのアイテムがなくなったらロボットステーションや搬送ベルトを全て撤去して広域電柱とロボットステーションのグリッドに置き換えます。広域電柱とロボットステーションのグリッドにある程度置き換わったら大型掘削機専用のラインをレイアウトします。まず新しい搬送ラインは12本をずらっと敷設します。1箇所にまとめてレイアウトすると建設が楽なのに加えて見栄えがいいためです。コーナーの部分は直角にレイアウトした搬送ベルトをコピーして左上にずらしながら設置していくと素早く設置できます。次にエネルギー効率モジュール3を3個と生産速度モジュール3を入れた大型掘削機を分配機を挟み込むようにレイアウトし搬送ベルトでつなぎます。このようにしておくとビーコンなどを置きやすいです。最後に搬送ベルトをメインの12本のラインに接続すれば大型掘削機への置き換えは完了です。石の鉱床、石炭の鉱床、銅鉱石の鉱床、ウラン鉱石の鉱床も同様に大型掘削機に置き換えます。搬送ベルト容量のおかげで搬送ベルト2本で8本分の輸送量となります。これはターボ高速ベルト2本分に相当します。なのでこれだけ大きな工場でもアイテム需要を満たせます。また掘削効率の研究もすでにレベル41なのでたった8台の大型掘削機だけで搬送ベルトを満載にできます。次回はこんなにコンパクトでも毎秒1400もの石油ガスを作れる発展的な石油加工の工場を1分以内にレイアウトするテクニックや絶対に詰まって止まらないポンプなしの回路設定の方法などを徹底解説します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。